はい、どうも皆さんこんにちは。坊主でございます。セカンドチャンネルです。ご覧いただきありがとうございます。今日の動画の内容なんですけれども、禁酒断酒をして約3週間21日間経ちましたので、それのレポートと、あと新年を迎えて2ヶ月ぐらい経ちますけども、新年の抱負で新しいことに挑戦しようと思った方たちたくさんいると思うんですけども、もしかしたら三日坊主になっている方がいらっしゃるかもしれないので、もしかしたらそれに役立つかもしれない方法をご紹介したいと思います。で、最後にポッドキャストで聞いたトピックなんですけれども、神を信じるか、これに関してはちょっとシェアしようと思いますので、よろしくお付き合いください。では、断酒のレポートなんですけれども、だいたい3週間ぐらい経ちまして、未だに飲んでおりません。正直に言っております。一滴も飲んでおりません。前回の動画でお伝えした次のステップとして、私がいつも飲みに行ってる飲み仲間の人たちと実際に酒を飲んだらっていうか酒を飲む場に行ったらどういう感じになるかっていうのを、体験してきましたのでお伝えしたいと思います。私が去年の時点で週1もしくはもう週2ぐらいでかなり頻繁に飲みに行ってた方がいるんですけれども、その方に連絡して、断酒してるんだけども、あなたは全然飲んでいいからちょっと一発飲みに行ってみましょうと。私はノンアルもしくは何かしらノンアルコールを飲むけども体験してみたいのでどうですか、もしよければみたいな感じで言ったら全然 OK もらって、でそれで実際にいつも行っている、焼き鳥屋に行って飲み食いしてたわけですけれども、感想としてはもう本当に何の問題もなく、おそらく気心知れたやつだったから特に問題もなく、話の内容もねそんなに変わらずアホなことをずっと喋りながら、でもその焼き鳥屋にノンアルコールビールがなかったので、それを私事前に調べてないんだと思って、でもちょっとなんかビールっぽい味欲しいなと思ったので、その居酒屋から駅までの間でアサヒのドライゼロだったかな、ドライゼロをちょっと1本買ってこうキュッと飲んで、美味しいと思いながらその現場に向かって、そしたら私がまだ缶を持ってる状態でその友達に見つかって、ノンアルコールでごまかすぐらいだったら飲めばいいじゃんって言ってたんですけど、いやお酒を飲むアルコールを摂取する気持ちはないんだけども、なんかこう気分として盛り上げていきたいってことでこのノンアルビールを飲んでるだけだからってことで、なんかあっちもなんか分かったような分からないような感じのリアクションされたんですけれども、でも結果として非常に楽しく飲みの場は過ごせました。で、気づいたのが滞在時間がね多分2時間ぐらいしかその場にいなくて、健全解散みたいな感じで、いつもだったら2軒目3軒目行くんですけど、2軒目行くかどうかどうしようかみたいな感じになって、でちょっと外も暖かかったので、じゃあ公園でワンカンでもしますか、なんかこう缶1缶買ってそこでちょっとなんか食べりながら解散しますみたいな感じになって、で私はノンアルコールビールを飲んで、でその方はビール飲んだんですけど、なんか感想として2軒目3軒目行くとやっぱり3時間4時間もしかして5時間ぐらいずっと飲んでるんですけど、そんなにこう長いもせずに1回の飲み会が2時間ぐらいで終わるという、かなり健全な飲みの時間だったんですけども、もしかしたらそれもアルコールを断つことによっての利点というか、ずっと長丁場でダラダラ飲まずに会うだけあってって言い方も変ですけど、それは会って楽しい時間を過ごして、さっと帰るみたいな感じの時間の過ごし方にシフトしていくのかなと思いました。でその時の話に出たのが、私たちは果たしてお酒を飲んでいた時に月いくらぐらいお酒に使っていたんだろうってことをなんかばっくり計算したんですけど、おそらく1回飲みに行くとなんやらかんやらで私たち2人すごい飲む人だったので、その人も結構今もハードに飲んでるんですけど、それを考えると多分1回で最低6000円ないし、1万円ぐらいは使ってて、で週末その人じゃなくとも他の人と飲みに行ったりだとかして、単純計算で月8回ぐらい飲んでたとすると、多分8万円からもしかしたら何やらかんやらおひれついで10万円ぐらいは使ってたんじゃないかなと思うんですけど、お酒というかお酒の飲みの場だけで、それを考えるとね、今ちょっと私の経済状況が変わっているので、非常にそこら辺も助かってるなとは思いますね。なんかちょっとうがった見方かもしれないですけど、例えば転職もしくは資格を取って、年収100万上げるとか、こう年収アップの方法みたいな
くらでもあると思うんですけど、お酒飲んでる人多分やめたら実際には年収上がってないかもしれないけど、使える金額はお酒をやめることで多分月5、6万ぐらいは増えるんじゃないかなと思っていて、もしそれを使う当てがあるんだったら年収上げるっていうのももちろんすごい大事なことだし、スキルアップでこう転職してお金をもっと稼ぐっていうのも大事だと思うんですけど、意外と私みたいなのんべいレベルの人だったら年収を上げるっていうのも一つの手かもしれないんですけど、体感してみて、これ実質使える金額が増えてるってことはある意味での年収アップかなと思うようになりました。で、次のステップなんですけども、1ヶ月目に突入するわけですけども、今度は差し飲みじゃなくて、で気の知れた人じゃなくて、普通に大人数の社交の場、例えばなんかパーティー行ったりだとかの時に、果たしてなんか飲まずに気まずくなく、私結構シャイなんで、その場で、お酒の力を借りてこう社交的になってた部分があるので、それを完全にソーバーにした状態で楽しめるのかなっていうのをちょっと、もし機会があればそういう場に行って試してまたここで共有できればと思います。はい、で次のトピックなんですけれども、2024年新年明けてぼちぼち2ヶ月ぐらいになって、新年の抱負みたいな感じで今年はこれをやりたい、今年はこれをやめるとかいろいろあると思うんですけど、今年何々やりたいっていうことで、例えば筋トレやりたいだとかいろんな目標を掲げてる方もいらっしゃると思うんですけど、もしかしたらそれが3日坊主だったなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、私が読んだ本の中で新しいことを習慣化するのに非常に役立つシンプルなメソッドがあるんですけど、これはミニマリストの第一人者である佐々木文夫さんが書いた僕たちは習慣でできている中の一節だったと思うんですけれども、新しいことを習慣化したいのであれば、その習慣に対する目標を極限まで低くするっていうことがすごく効果的だっていう一節が確かあって、っていうのも渡るくんとか今多分腕立て食事のたびに20回とか30回とかいろいろやってて、結構ハードなことやるなと思ってたんですけど、その目標を設定するときにもうちょっと軽くでいいんじゃないっていうの、1日1回でもいいんだよとか多分私言ってたと思うんですけど、極限にその行為に対する目標を下げることによって、その行為に至るまでの意思決定というか、自分をプッシュする気持ちを極限まで下げる。例えば1日1回でいいから腕立て伏せやるっていうことだったら、おそらく腕立て1回なんて1秒あったら終わるから、結構心の負担が低いというか、その行為に至るまでの意思を節約できるといいますか、これ実際にやってみてほしいんですけど、本当に1日1回腕立て伏せをやるっていうことを決めて実践してみたら、実際1日1回でいいんだと思って腕立て伏せの姿勢をしたら絶対1回で終わらないので、行為のスタート地点に立つまでに結構皆さんめんどくさいな30回かって思うかもしれないですけど、1回でいいんだって1回でいいんだってセットした時にやってみたら絶対1回で終わらないし、10回とか20回とか30回とか多分普通にやるんです。そのスタート地点に立つまでのハードルをいかに下げるかっていうのは非常に効果的だっていう私メソッドをその本で読んで、これ非常にいいなと思って、っていうのもまた始めたいなと思ってるのが冷水シャワーなんですよね。いろいろと調べててやっぱり冷水シャワーいいなと思って始めたいんですけど、まだ寒いしどうしようかなと思ったんですけど、ちょっとその佐々木文夫さんの一節を思い出して、極限までその習慣のハードルを下げるってことで、3秒でいいから普通のシャワーを入った後にその3秒だけ冷水にする。3秒だけ冷水にして全身をバーッと洗って、それでクリアっていうことを今取り入れていて、この動画を撮った朝から始めたんですけど、実際本当に3秒でめちゃくちゃ寒かったんで、当たり前ですけどすごい冷たかったんですけど、とりあえず1回はクリアで、明日も明後日もシャワー浴びるたびに3秒でいいから蛇口を閉め冷水を浴びるっていうのをちょっと目標にして、果たしてこれが続くのかっていうのをここでも共有できたらなと思います。なのでもし新しいことを習慣づけたいっていう方、例えば本を読むでもいいですし、何かしら執筆するでもいいですし、運動でもいいですし、何でもやってみたいなと思うのであれば、そのメソッドとして極限まで下げる。本当に本を1ページ読むでもいいですし、文を1行書くでもいいですし、その場につくことのハードルを極限まで下げて書き始めたら絶対1文で終わらないので、ぜひ試していただきたいと思います。はい。で、最後に、私がポッドキャストで聞いてこれはみんなに共有したいな。ちょっと今回スピってるかもしれないですけど、ちょっと共有したいなと思うのが、
ジョーダン・ピーターソンっていうカナダの、心理学者の方がいるんですけど、結構ストイックというか、すごい真っ当なことを発信し続けている方がいるんですけど、このキャンセルカルチャーとかもあって、いろいろと騒動に巻き込まれたりしているんですけど、私この人すごくもう一本筋が通っていて、非常に好きで、この人のポッドキャストとか、この人がゲストとしてるポッドキャストとか結構聞いているんですけど、英語も非常に聞きやすくて、非常にパワフルなので、もし英語の勉強したい方はジョーダン・ピーターソン、おそらく概要欄とかにもろもろリンク貼っておくんですけど、その人がある会話の中で、ジョーダン、あなたは神を信じますかっていう問いに対して、ジョーダンはその質問を答えることは非常に難しいけども、You don't have to believe in God, but act as if He exists. 信じなくてもいいけど、存在するかのように私は振る舞いますみたいな感じの役だと思うんですけど、これ私結構シンプルながらいい行動の指標になるなと思っていて、私宗教とかそういう神様とかの話結構好きではあるんですけども、私も特にどの宗教に入ってるとかでもなく、神様を信じてるってわけでもない、ある一定の神様を信じてるってわけではないんですけど、何かしら大きい存在を感じて、それが私を見ていると想像して行動すると、そんなにね、チープな言い方かもしれないですけど、意地悪なことあんましなくなるんですよね。ちょっと意地悪なことを思いついて、それをちょっと行動に移そうとした時に、このジョーダン・ピーターソンさんの You don't have to believe in God, but act as if He exists っていう言葉を一文思い出して、ちょっとこれは意地悪だなと思って、いろいろと行動を改めたりだとか、考え方を改めたりとかしていて、おそらくそういうちっちゃな行動の積み重ね、人間としてよくあろうとする行動を積み重ねることによって、悪いことが起きて悪かったなと思っても、なんとなくそういう積み重ねがあると、それが結果論でしかないかもしれないんですけど、ちょっと悪いことが起きても悪いことが起きても、それでもよくあろうとする。なぜなら何かしらのでっかい存在が私のことを見ているとしたらどうするか、その時その瞬間瞬間の行動を、いわゆる自分の中でのベストな行動を選択して良き人間であろうと結構再認識できる、非常にシンプルな一文ではあるんですけど、パワフルな言葉だなと思ってご紹介いたしました。はい、ということで、今日はこんな感じで動画を終わりたいと思います。次、おそらく1週間後ぐらいにまた共有したいレポートとか、共有したいこととか、感じたことがあったらお伝えしようと思います。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。ありがとうございます。